ですね、本局の攻めの組み立てでね、ぜひぜひね、皆様にね、覚えていただきたいという感じですね。皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中俊一です。今回はですね、将棋を指しました対局の解説編をお届けいたします。今回は相矢倉戦になりました。中盤にですね、私の棒銀がですね、陣形をですね、圧迫してですね、攻めが決まったという一局なんですけれども、決めに出るタイミングですね、そういったあたりにね、ぜひご注目いただきながら、最後までぜひぜひお楽しみいただければなと思っております。はい、ではね、早速対局の方を振り返っていきたいと思います。本局私の先手番で7六歩、8四歩、6八銀、3四歩に、6六歩、そして、6二銀に、7八金と、私はね、矢倉を目指しました。ちょっとね、6六とつくところで7七銀という形でね、6六で7七銀と組む形もありまして、この辺ね、微妙な実は差があるんですが、6六とつくとね、後手から6四歩から6五歩とね、争点になる場合がある。ただ、6六とつくことで、6七銀の雁木の形も作れるということで、一長一短ですね。プロの公式戦ではね、近年は7七銀と上がる形が多いですけれども、以前は6六の方が多かったですし、この辺りね、差はないかなとね、思っていただいても大丈夫だと思います。で、7八金に対して8五歩。そして、7七銀。5四歩に、2六ですね、後手の方が8五歩早めについてきましたからね、これは急戦に来る可能性があるということで2六とつきまして4二銀4八銀3二金に2五歩と、そうですね、飛車先の歩を早めにつきましてね、角筋をどうしますかと聞くということですね。角筋を通したまま例えば銀が出てきて急戦をしてくるならば2筋の歩交換をしますし、本局に乱れるようにね、3三銀で受けてくれば、角道がこう一回銀でね止まりますので、少しね急戦を牽制したということになりますね。そして私は5六歩とつきました。5六に対して、4一玉ですね。4一玉、5八金7四歩、この辺りね、私の方は駒組みですね。6七金右と上がりまして、6四歩と、そうですね、ここら辺からね、後手の方は分岐点ですね。角を、すぐ引いてね、指す方が、本局も角を引いたんですけど、引くんであればすぐ引く方が自然でしたがね、6四歩という手は、4四銀から7三桂のね、6、これ後手は全部指しましたけど、こういった感じでね、桂馬7三桂から6五歩、そして5五歩で角をこう2二のまま使うというイメージでね、指されることの方が多い手ですね。実戦の6四歩とついた手はですね。で、6四歩に対して、私の方は、3六歩。で、1四歩とね、ちょっとね、こう様子を見るような手がありますね、相手の方もね。で、6九玉。そうですね、ここで4四銀と出れば、急戦の将棋ですよね。今言ったような上部から襲いかかると。で、私の方はね、4六歩とついて3七桂とついとんで4五歩と追い将棋にするか、あるいはね、7九角と引いて2筋の歩交換を目指す将棋にするかといったところになりますね。これまた全然違う将棋になったと思うんですが、ここでね、相手方3一角とね、引いたんですね。対局やるときも言ったんですけどね、ちょっと1四歩、6四歩との3一角の相性がね、どうかということですね。6四歩続いてしまったんでね、6四に角出る形ができなくなったよっていうのは対局編の時言ったんですよね。矢倉戦の場合ね、ここに角が来るだけでね、飛車取りになってこういう感じで牽制するだけで先手の方がね、駒組みがしにくくなるので、6四歩とついてしまうとね、すぐには角が出れないという形で先手の方がね、比較的自由に駒組みができるという利点がね、あるんですね。実際は3一角に対して7九角と引きまして、5二金に、3七銀。ですね、具体的に言いますと、例えば、後手が何かね、4二角のような手ですと、3五歩同歩同角となった時にね、後手の角の位置がね、違うということですね。これもし6四に角がこう出てますとね、角が仮想図ですけどね、こういう形ですと3六歩という手が、反撃で効くわけですね、角のラインが。で、もしこの形ですとね、角が出れないので、先手の方に例えば3四歩なら4六角と引いて3六銀と上がってというね、非常に理想的な駒組みにね、組むことができるというね、ことがあります。なのでね、本局は、3五歩をね、相手の方は嫌いまして、ここで5三角とね、上がったんですね。これ3五歩は、角の利きで防いだと。で、5三角に対して私は6八角と上がりまして、3一玉と。で、7九玉。そして2二玉。
実はですね、さりげない手順だったんですけれども、今ね、5三角の時にですね、こういう局面だったんですが、端歩がね、ついてあって銀が来れますんでね、1六歩から2六銀とね、棒銀に行く手は実は部分的には非常に有力なんですよね。ただし、例えばここで1六歩で、もし後手でね、相手方に3一玉、2六銀、2二玉ってなってくれるとね、1五歩がこう、なんていうんですかね、王様に向かった攻めでちょうどいいんですけれども、ここで1六歩とつきますとね、後手の方は例えば6三銀と上がりまして、2六銀に7三桂と。一例ですけどね、これで1五歩同歩同銀で、一応棒銀の形になるんですけど、例えばこれで6五歩という感じで、王様がね、端から遠い状態でこう攻め合いをね、目指してくる可能性があるんですよね。なので、ちょっと難しいところなんですけれども、一旦ここでですね、棒銀にすぐ行くんではなくて、一回6八角と上がってね、これですとね、例えばこれで攻めてくる分には受けに回って指すと。具体的に言いますと6三銀、7九玉、7三桂、8八玉で6五歩って感じならば、例えば6角出るとかね、攻め合いではなくて後手の王様は場外にいるから受けに回って指すって考え方ですよね。で、本局のように6八角に対して、7三一玉と寄ってきた場合には7九玉、2二玉でこの手を見てから1六歩とついてね、5一銀、8八玉、4二銀とね、後手がこう守備にね偏ってきたタイミングで2六銀とね出ると。まずちょっと前の局面ですね、玉が4一で攻め合いになるよりも、自分の王様ががっちりねお城の中に入った上に後手の王様が占領に近づいてくれてね、棒銀がより破壊力が増すということでね、これ非常に細かいところなんですけれども、このね棒銀に出るタイミングですよね。状況に応じてはこっち出ることもできるわけですから、棒銀というのをね最後まで見せずに王様が近づいてから棒銀をするというのが非常に細かいんですけれども、序盤のね私の方のポイントでした。実際この2六銀と出られてね、相手の方ここで次の手がね3一玉と引く手だったので、はっきりとこうしましたよね。もちろん直前に王様入ったばっかりなんでね、王様引くのは指しにくい手なんですけれども、ここではね次1五歩同歩同銀っていうのは非常にね、玉が近いとね危ないんですよね。同香同香となりますとね、香車がもう直通しますし、歩を受ければ香車を打つというね、棒銀ならではの数の攻めでね、1二銀と受けても、これ仮想図ですけどね飛車を寄るとかでね、これは本当棒銀のね定石通りの攻めが決まりますね。ですのでね、王様はせっかく入場したんですけれども、棒銀をね見て、3一玉と引いたということで、これはね玉の早逃げでね、これ局面だけ見れば、3一玉というのは非常に筋のいい手なんですけれども、直前の手からの流れからいきますとね、入った王様を引くということで私がねポイントを稼ぎました。実際ねここで1五歩と仕掛けまして、同歩同銀、これでね、同香ですと同香で端が破れるのでね、2二銀だ、これ辛い我慢ですよね。棒銀がねかなり威張ってます。1四歩とキープしまして、1二歩とねへこまして、押し込んでね非常に感じはいいんですけど、まだね、大きな駒を得、例えば銀を得したとかではないのでね、形勢はね陣形の差がありますけど優位っていうかね優位に立ってます。この後は大変ですよね。実戦はここで2四歩から1回ね歩を交換します。同歩同銀、2三歩、1五銀とね一歩ね手持ちにします。そして、9四歩、9六歩、これ受けない手もありましたけどね、ちょっと欲張って、受けないですぐ銀を立て直しても、先手がペースだったと思います。9六とね心の余裕の端歩なんですけれども、7三桂と、そして、2六銀と、これも覚えていただきたいですね。棒銀が、一つ押し込んでね、一つの役割を終えたので、2六銀とね今度はこうへこんでいるので、この辺りが薄いんですね。大まかで銀がへこんでいるところを狙うということです。で2六銀と引いて、相手の6二金、これちょっとね違和感のある手ですけど、6五歩とね攻めたいんですが、4六角と出られるとねこう飛車取りで桂取りでね後ろに飛車がいますからね、金がいると6五歩ということで、これ攻めにならないですね。桂馬だと飛車取られちゃうということで、なので6二金は、6五歩を目指した手なんですけれども、3五歩と好調ですよね。この形がねやはり先手と比べて非常に形が悪いんでね、で同歩同銀と、
棒銀がね、感じよく中央に転戦してきました。そして、8一飛車と。さあ、後手もね、6五歩と突く準備を着々と整えてるんですが、ここからがですね、本局の攻めの組み立てでね、ぜひぜひね、皆様にね、覚えていただきたいという感じですね。ここに銀が来て、もう、形はもうものすごくいいんですけど、具体的な意味はどう築けばいいかと。ぺっちゃんこにされててね、なかなかこもられてしまうとね、攻め方難しいんですけど、ここは5五歩とね、攻めます。押し込んでるってことは陣形低いんでね、角の頭とかね、よく見ると弱点が必ずあります。同歩ならば5四歩でいいですし、6五歩と攻め合う手ありましたけどね、5四歩と取り込まれる手が痛いということで、相手の方6三金と抜けました。そしてね、5五歩6三金っていうのが、本局のね、この後の攻めのね、重要なポイントなんですね。こうしておいてから2四歩と攻めます。同歩に、同銀といくとね、2三歩なんですけど、2三歩とね、敵の打ちたいところに打てというね、これもぜひね、覚えていただきたいですね。金で取っても、本譜のように銀で取っても、3四銀ということで、もうね、棒銀がさばけるわけですね。もちろん、相手のね、引っ込んでいた壁の銀との交換なんでね、銀交換でもそれ以上のね、できれば得が欲しいんですけど、この場合は直前の5五歩6三金の交換が大きなポイントです。同銀とね、相手方取ったんですが、同角と取って、この時にですね、2三歩と打つのが、普通受けの形なんですよね。ただ、この場合は4二角成とバッサリいって、同角に7二銀と、直前にね、5五歩、6三金の交換が非常に大事で打つのは、これがあるんですね。ただし、この手がね、ないと、こういう状態ですとね、まだまだ攻めは難しいんですけれども、7二銀がね、もう絶好の一手なんですよね。ちょっとした攻めの本格の攻めにかかる前に味をつけておくというのはとっても大事です。ということで、相手の方はね、2三歩と打つと、角を切られてね、殺到されてしまうと、いうことで、実戦はね、8二飛車という手は、これは辛いですよね、一手。この直通した状態でね、飛車を置いて我慢しないといけない。でね、次2三歩と打たれてしまうと、立て直されてしまうので一気に攻めていきます。5四歩と一気取ります。これも角取りなんで2三歩打つ余裕がないですね。同金、そして2二歩と、手筋連発ですね。同玉でしたら4二角成でね、空き王手でも技が1三角成もありますね。技が決まります。ということで、同金3三桂と飛んでも2一歩成が通なんですね。同玉ですとやはり3三角成の空き王手があります。ですので同金と取ったんですが、2三歩と打ちまして、これに対して同金は4二角成同角で最後に金が取れるという仕組みになっております。で、相手の方は、ここで3二金と我慢したんですけれども、2二銀と打ちまして、で、同金ですと同歩成でね、結局同玉は4二角成ということで、飛車の化石が通ったまま戦えているのでね、一気呵成の攻めが決まりました。実際4一玉と逃げたんですけど、2一銀ならずと、桂を取りまして、で、3三金。この場合金を引いてもね、2二歩成となれば、同金なら3四桂とってね、やっぱり最後に飛車をドボンとね、なる手がありますので、決まります。実際3三金と上がったんですが、もうね、角は逃げずに2二歩成と。そうですね、これははっきり、先手が優勢ですね。矢倉手つかずでもう繰り破ってますからね、2四金なら同飛車でさらに金取りです。実際2七歩と、粘ってきたんですけれども、同飛車と取りまして2六歩に、あとはそれですね、3二とと、この瞬間にと金を入れてが攻守ですね。王様が逃げれば3三とでね、飛車を取られても矢倉は堅いですから、どんどん駒を取っていけばね、先手勝勢です。実際同金とね、対応したんですけれども、同銀成と、手順に剥がしまして、同玉に、3七飛車ぴったりですね。王手になりながら飛車を取り始めまして、3三歩と受けたんですけれども、次の手がね、もう最後の決め手でいっていいですかね。3四歩と合わせの歩ですね。すでに金桂と銀の交換の駒得でね、先手大優勢なんですけど、この手が決め手になりました。次は歩成で破られてしまうので同歩とね、だから取ったんですけれども、同飛車と取ってね、綺麗に、十字飛車が
王手金という十字飛車が決まったところで相手の方の投了となりました。以下はですね、まだ詰みはありません。3三歩とか打てばね詰みはないんですが、5四飛車ともう駒をねどんどん得しながら攻めが続きまして、先手玉は鉄壁でね後手の玉を収めに対しては4五桂とかいろいろね攻めに困らないということで投了はやむを得ません。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、将棋を指しました対局の解説編をお届けいたしました。ご覧いただいた通りね、相矢倉の非常に難しい将棋ではあったんですけれども、棒銀に出るタイミングですね、相手の駒組みを見て少しでも得なタイミングで攻撃陣を作っていくというあたり、本格的な、攻めに取り掛かる前にね、一つ相手の形を崩してね、隙を作ってから攻めかかるといったあたり、あとはね、歩の継ぎ歩あるいは歩を合わせてね、敵の打ちたいところに打っていくというね、そういった攻めをね、ぜひぜひ皆様の対局の参考になればなと思っております。